市まで来ました。今日はこの加田線、加田線に乗るんですけども、なんかねこんな電車が止まってたんですね。めでたい電車。じゃあこれに乗っていこうかなと思います。電車は和歌山市駅を出発しました。ちょっとここでですね、南海加田線の解説をしようと思います。南海加田線は和歌山市と北海峡に面した漁師町加田を結ぶ全長およそ9キロの鉄道路線です。この路線が開業したのは1912年明治45年のこと。当時の加田は漁業や海運で栄え、北海峡の防衛を担う軍事拠点でもありました。加田線はそんな海辺の町と内陸部を結ぶいわば命の路線として誕生したのです。開業当時は加田京浜鉄道という鉄道会社でしたが、1942年に南海電気鉄道に吸収されて今の南海加田線になりました。沿線には海水浴で人気の磯の浦やのどかな住宅街が広がり、どこか懐かしい昭和の風情を今に伝えています。終点加田は淡島神社や友ヶ島などを要する風光明媚な地としても知られ、ゆったりとした時間が流れる港町ならではの魅力にあふれています。そして近年、南海電鉄は地元と連携し、加田線を加田魚線として観光路線化する取り組みを進めています。しらす丼やタイ料理を味わえる食の旅と、どこか懐かしい鉄道の風景。加田線は今も変わらず、海と町、人と人とを静かにつないでいるのです。2014年に加田魚線プロジェクトが開始されたわけなんですけども、電車に色とですね、名前が付けられてます。南海7100系の少し角が丸い電車ですね。これのピンク色に幸、これが2016年から運行開始で、水色の貝が2017年からの運行開始、そして赤色の7ですね。これが幸と貝の子供らしいんですけども、2019年から運行開始と。で、黒い頭、これが幸の兄になるらしいんですけど、2021年から運行開始しています。この車内のしつらいがなかなか面白いですよね。手すりがね、お魚の形してるんですよ。これら4編成の7100系に加えて2024年から、新型の2000系ですね、カナタが加わって、今は5編成で運用されているようです。カナタは新型車両なんですけども、幸、貝、七、頭のご先祖様っていう設定らしくて、この辺がね、ちょっと面白いですね。さあ、そうこうしている間にですね、二里ヶ浜駅に到着です。もうだいぶ海に近いところに、来てるんで、だいぶね駅の雰囲気もちょっと海っぽくなってきましたね。この二里ヶ浜っていう駅名の名前の由来はですね、二里の浜から来てまして、1里は約4キロなんで、8キロの浜っていうのがね、その名前の由来なんですけども、かつては紀の川河口から、磯の浦までが8キロあって、
まさに文字通り二里の浜であったっていうふうに伝えられてます。今は半分ぐらいね工業地帯になってしまって、浜辺が埋め立てられてしまってるんですね。ちょっともったいない気もしますけどね、残りの部分が、磯の浦の部分のね、浜辺になってるわけなんですけども、ここの磯の浦の浜辺はね、どうも天然の浜辺になってるようで、なんか加工してね、浜辺を作ってるわけではないようなまさに天然の浜辺がね、今でも残ってるっていう浜辺になってるみたいですね。磯の浦駅を出ると左側に和歌山湾を望む広い海が見えてきます。この日は夏日でね、とても海がね気持ちよく見えました。もう乗ってる子供たちもね大騒ぎですよ。電車は終点の加賀駅に到着しました。ここは和歌山市の一番西の駅になってます目がいいね。加賀駅の駅舎は開業当時から変わってません。外壁は何度も塗り替えられて屋根も吹き替えられてるんですけども、開業当時からほとんど変わらない洋風の外観をしています。ホームの屋根を支える柱はですね、古いドイツ製のレールを加工してできているようですね。加賀駅に着きました。ここから、ちょっと海の方までね歩いてみようかなと思います。島神社に行ってみたいんだよな。こっちか。この日は初夏の夏の休日っていうこともあって人通りは少しあったんですけども、なかなかほのぼのとしたね街の中の散策を楽しむことができました。なんだろうね、古民家再生が入ってんのかな。結構古い街並みなんですけどもね、古い民家をリノベーションしたようなショップやカフェなんかもね、いくつかあったりして結構若い人もね入ってきてるなぁなんて感じもしました。淡島神社に近づくと通りの両側のね軒先に提灯がぶら下がってる光景がね
見れるんですけども、これがなかなか風情があって面白いなと思いました。面白い風景やな。行き先に提灯。鳥居が見えてきました。南海加太駅から淡島神社まではだいたい徒歩で20分ぐらいで着く感じですかね。静かな街並みを歩いてる間に到着してしまいました。人形供養で知られる加太の淡島神社は、全国にある淡島神社、淡路神社の総本山になってます。この日本全国にある淡島神社系統の神社っていうのは、だいたい1000社余りあると言われてますね。淡島神社の中でも淡路の淡の字の他にですね、淡比叡の淡、それから淡路神社、そういったものも、系統の中に含まれているそうです。創建は仁徳天皇時代というからその歴史は古くて、その分いろんなものを背負ってきてですね、人々の心の安寧を守り続けたんでしょうね。お一人様ですか？はい、こちらのお席お願いしてもよろしいですか？もしよろしかったら西さん、本日の海鮮丼、そちらのネギトロ、生しらす、マグロの3種類ありますので、生しらすしましょうか。はい、わかりました。生しらすです。淡島神社の境内の中に商店が3つぐらい並んでるんですけど、そのうちの1つに入ってお昼ご飯をいただきました。この店内にあった黒電話、現役なんだそうですよ。和歌山に来たらやっぱり生しらす丼、生しらすなんでね、身が透明なんですけどね、プリップリして美味しかったですわ。よかった、ありがとう。好きな子よく入れてくれました。ちょっと見てよ、この網の上のアワビ、踊ってますからね。かわいそうやけどね、こうやってそうですね。どうもごちそうさま。こちらこそまたお願いします。ありがとうございます。よいしょ。ありがとうね。どうも。縁の業者は7、8世紀にかけて存在した修験者だそうですけど、ここ加太で、修行を積んだそうです。超自然的な力を身につけることを目的にした修行だそうですね。なんとなく修験者って聞くと、山の中を走り回る修行者みたいな、あとはなんていうのかな、山伏みたいなイメージを持ってるんですけどね。ちなみにここのお堂は江戸時代に建立されたそうです。
港まで降りてきたんで、少し加太の町の紹介をしようかなと思います。加太は和歌山市郊外の小さな漁港の町です。関西でも指折りの魚釣りのメッカでもあり、中でもタイの一本釣りなどが有名で、明石、鳴門に並ぶ漁場です。海峡を泳ぐ魚は塩に揉まれて身が引き締まるから味がいいって言われてますね。北安海峡周辺はミネラルをたっぷり含んだ海藻が多くて、美味しい海産物が豊富なんだそうです。なんかこじんまりした漁港みたいでいいっすね。タイが釣れるんだね。日本列島の地図を見ると、中央構造線が三重から和歌山、北安海峡を渡って四国、九州に抜けてるんですけども、加太はこの北安海峡の一端に位置してます。そのために、加太は古くから淡路島、四国、九州への交通の要衝であり、大阪防衛の要でもありました。江戸時代には四国、九州の大名の参勤交代の道になりました。ここから友ヶ島行きのなんか船が出てるみたいなんだけど、友ヶ島っていうとあれですよ、紀伊半島とね、淡路島の真ん中ぐらいにある、なんかラピュタに会える風景みたいな、そんなとこですけどね。でも結構毎日定期便が出てて、1日何便だろう、3、4便かな。で土日はプラス2便ぐらいなんか出てるみたいなんですけど、結構頻繁に出てるからアクセスいいんじゃないですかね。一応人は住んでないんで、最後は帰ってこなきゃいけないんですけど、あ、ここかな、ここにあるわ、友ヶ島汽船乗り場って書いてある。あ、多分ちょっとかっこいい船で友ヶ島行ってくれるんだろうね。さすがにね、今日はちょっとあんまりそこまで時間が、向こうに行くとね、向こうで2時間ぐらい滞在することになるんでね、ちょっと今日は行きませんけど、いつか行ってみたいなと思います。加太の北側にですね、砂浜があったんで、そこまで行ってみたんですけども、ここは海水浴場になってましたね。この港に近い方は結構人が集まってて、テントがたくさんあるんですけど、ちょっと離れるとね、いい感じで空いてますね。加太の町を後にして一つ和歌山側の磯の浦の駅の方に向かいました。ここにも砂浜がね、広がってるんで、ここでもちょっと、少し海をね、眺めていきたいなと思います。ああ、暑いな。ああ、今年も夏が来るか。けど気持ちいい暑さだね、今のところは。
山市です。和歌山市から5時をお知らせします。はあ、よいしょ、一駅歩いて園浦駅まで来ました。よいしょ、ちょっとしんど。もうすぐそこは浜です。いいね。よいしょ、今日はもう帰るか。あれ？近っ。海辺の町に夕暮れがゆっくりと訪れます。駅に吹く風もどこか涼しげで夏の終わりを思わせるようでした。それではまたどこかの終点でもみじ旅でした。チャンネル登録といいねもお願いしますね。それではまた。